こんにちは、G リプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドファンダからバッドファンダ、チャートなどをまとめて見ていきたいと思います。このチャンネルの動画はコインポスターの提供でお送りしております。コインポスターが主催するアジア最大級のブロックチェーン、Web3 カンファレンス WebX が今年も日本で開催されます。開催日は8月28日から29日、東京のザ・プリンスパークタワー東京で開催されます。入場者数がもういっぱいになるとのことで、チケットの販売が今週中に終了する可能性があるとのことですね。検討中の方はお早めにお求めください。この WebX のチケットに関しては、概要欄のリンクから入っていただくと、通常価格よりも 20% オフで購入できるようになってますんで、少しでも興味持った方いらっしゃいましたら、ぜひリンクから飛んでみてください。まず ETF 関連から見ていきますと、昨日の米国のスポットビットコイン ETF のフローは、現時点では全体でマイナス 0.1 億ドルの流出となっています。ビットワイズからマイナス 0.11 億ドルの流出がありますね。昨日までは全体で5日連続の純流入となってますけども、ここで途絶えるのか注目となってます。スポットイーサ ETF の方は、こちら現時点では全体でマイナス 0.08 億ドルの流出となってます。グレースケールの流出が若干しぼんでますが、前日のブラックロックもゼロなんで、まだプラスになるかわからない状況ですね。一方、香港の方はビットコインがプラス 247.43BTC、ドル換算ではプラス 0.15 億ドル相当の流入となっています。イーサゼロですね。4日ぶりの動きとなっています。また、ファンドごとでは、グレースケールがアバックスの投資信託、グレースケールアバランチトラストの立ち上げを発表しています。先日の推に続くアルトの投資信託となってますね。また、フランクリン・テンプルトンも、米政府のマネーファンドの FOBXX のベンチトークンをアバランチチェーン上に展開しています。ファンドが重なってか、アバックスも比較的強くなってますね。BTC だってもプラス 7.5% と、時価総額は14位です。またさらに上へ迎えるのか注目となっています。あと、オンチェーン関連では、OTC 取引用のアドレスのビットコインの残高が急激に増えています。これは主にマイナーがビットコインを市場に売りさばくために OTC 取引を挟んでいることから、この残高が増えるということは、マイナーの売り圧が増えていると見られているんですけども、その残高が現在36万 8000BTC まで増えていると、2022年以来の水準となっています。これまでの動きを見てもですね、この青いグラフ、残高が増えた時期に白いグラフの価格も落ちているような展開になってますね。今回も同じような展開になるとは限らないですけども、一部からは警戒されているといった状況ですね。ビットコインの価格は現在6万800ドルあたりを推移しております。昨日発表された指標の方では、米 PMI、米新規失業保険申請件数、中古住宅販売件数などありましたけども、結果としてはそこまでサプライズもなくですね、ほぼほぼ予想に近い結果となっているんですが、発表された10時45分以降に、米ドル、米金利が上昇してまして、各指数が下がっている展開となっています。米 PMI の非製造業部門の結果が良かったことが反映されているという見解もありますね。米国債は 3.841 を推移しておりまして、ナスダックが 19,491、S&P 500が 5,588、ダウ平均が 4712、金ゴールドが2490ドル、日経平均が 38,091 円、ドル円が 145.52 円となっております。ビットコインの先物の方では、オアヤ全体でプラス 0.18%、額としては319億ドル相当、比率としては全体ではロングが 52.7%、バイナスミはロングが 60.6% と上売りになっています。今後の指標としては、8月23日にカナダの小売、米新築住宅販売件数、8月26日にドイツの IFO 景況感、米耐久在住中、8月27日に米コンファレンスボード消費者信頼感指数、リッチモンド連銀製造業指数などが控えております。市場全体の関心としては、本日11時に予定されているジャクソンホール会議のパウエル議長の発言が注目されています。前日の FOMC 議事録でもですね、9月利下げ濃厚となってましたけども、今回の発言で織り込まれるのか、どうなるんでしょうかね。ビットコインのテクニカルの方では、ストキャスティックスから買われすぎによる下落があるんじゃないかという見解もありますね。先ほどのマイナーの売り圧の件と合わせると、ビットコイン単体では調整フェーズの見解が多い印象ですね。チャートだけ見たら、抵抗の6万2000を超えられず、そこも守っている状態です。そこを抜けるとなると、5万8000コースも見えてくる形になってますね。とにかく本日夜11時ですね。パウエル議長の発言に注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在2630ドル、BTC 建ては 0.0434 と、昨日からは若干上がっております。
先物の方では、OI は全体でマイナス 0.37%、額としては108億ドル相当、比率として全体ではロングが 50.3%、バイナンスミはロングが 73.8% と上になっています。ファンダ的には依然何もない状況ですけども、4時間足のチャートがだいぶ滞在が長い印象ありますね。ここまで長いのは今年の2月くらいですかね。BTC 建てもここで反発したら強くなりそうな形状をしています。前回の2月以降は上昇してますけども、何かしらのトリガーが欲しいですよね。チャートだけ見たら抵抗の強い2800を超えられるかどうか、下このラインを下抜けした時ですね、2400で耐えられるかが焦点になると思います。イーサのここにも注目ですね。あとここからその他の動向になります。先日からトランプ氏の息子たちの Be Defiant プロジェクトが話題になってましたけども、トランプ氏が後押ししたのが話題になってますね。トランプ氏はですね、あまりにも長い間平均的なアメリカ人は大手銀行と金融エリートによって圧迫されてきましたと、今こそ私たちが立ち上がる時ですという文と一緒に Defiant のテレグラムをリンクしてます。あとは同じく共和党ではラミス議員やティム・スコット議員が仮想通貨法案の推進を再度強調したことが話題になってますね。ポリマーケットの大統領選の予測は、昨日から変わってないですね。毎日大統領選の話題が絶えませんけども、その後の進捗に注目ですね。あとは FTX とつながりがあったとされてた元議員のミシェル・ボンド氏が選挙資金法違反の疑いで起訴されています。元 FTX 幹部のライアン・サラミ氏と偽装コンサルティング契約を結び、選挙資金40万ドルを調達と、その後議会で隠蔽しようとしたとされています。で、このミシェル・ボンド氏とサラミ氏に関してはですね、政府側がサラミ氏が自身の有罪を認めるなら、ミシェル・ボンド氏を起訴しないよとかですね、ゆすってサラミ氏が有罪を認めたという経緯があったんですけども、今回普通に起訴されてるっていうね。で、これに対してサラミ氏の弁護士もですね、約束が違うということで、起訴の取り下げを要求してます。FTX サムとアラメダのキャロラインの件もそうですけど、結構色恋沙汰が多いです。この業界に限ったことじゃないと思うんですけど、このチャンネルでは Web3 業界の色恋沙汰、常時募集してますんで、X の DM でこっそり教えていただくと嬉しいです。あと他ではオメガプロの創設者がポンジスキームで40億ドル相当騙し取ったとしてトルコで逮捕されてたり、クルコインの創設者が調達した資金110万ドルをオンラインカジノで使い込んでたことを認めてたり、あとはハッキングされたワズイレックスが顧客の残高問題を解決するためという理由でユーザーのすべての未決済注文をキャンセルしてたり、バイナンスが新たに1000人を雇用する計画を出していることなどが話題になってますね。バイナンス以外はあんまりいいファンダはないですね。バイナンスの採用強化はたびたびタイムラインに流れてきますね。BNB も BTC 立ててプラス 3.0% と好調ですけども、ここからさらに伸びるのか注目となってます。あとここからアルト関連になります。まずはトロンの USDD の裏付け資産問題ですね。トロンの USDD の裏付け資産には 7.5 億ドル相当のビットコインがあるとされてたんですが、それが今回削除されてます。で、この USDT は流通量が約 7.4 億ドル相当で、準備金は17億ドル相当のトロンと USDT があるんで、運用は問題ないとされてるんですけども、この USDD の運用方針に関してはですね、基本トロン DAO の投票で採決を取ってやってたみたいなんですけども、今回 DAO での採決もなく、勝手に裏付け資産からビットコインが除外されてたと。で、そのことについての初めの説明が、ジャスティンからの発信だったということで、結局 DAO 関係ないじゃんみたいな、ジャスティンのさじ加減で、全て運用されてるということで、一部から問題されてますね。ジャスティンはですね、USDT については、メーカー DAO の第2に似ており、何ら不思議ではありませんと。現在 USDT の長期担保率は 300% を超えており、資本の利用効率があんまり高くないことを意味しますと。トロン DAO リザーブは、将来 USDT をアップグレードして、市場でより競争力のある分散型ステーブルコインにすることを計画してますと。トロンはステーブルコインの王国であることを忘れないでくださいと。何ら心配いりませんよと声明を出してますね。現在 USDD も特にデペッグしてる様子もなくですね、トロンも下がってはいないんですけども、今後の進捗に注目ですね。あとはワールドコインがコロンビアから個人情報保護法違反で起訴されてます。現在ワールドコインはコロンビアの25カ所で交際データの収集を行っているようなんですけども、この起訴が認められた場合はですね、6ヶ月以上または永久的な業務停止命令が下される可能性があるとされています。ワールドコインは最近マレーシア政府から正式に認可を受けたことが話題になってましたけども、
各国で対応が運転の差になってますね。ワールドの価格現在 1.6 ドル、BTC 建てはプラス 5.1%、時価総額は119位ですね。単価は下がってますけども、時価総額は維持してます。ここから反転できるのか注目ですね。あとその他リリース、資金調達関連では、マジックエデンがトークンリリース発表と、バビロンがビットコインステーキングのメインネットフェーズ1をリリース、ビットコインリステーキングのサトレイヤーがドル調達、ビットコイン L2 のアークラブスが250万ドル調達、ロールアップ支援と呼ばれているコンドゥイットがマーケットプレイス立ち上げ、Web3 オラクルプロバイダーと呼ばれているストアークネットワークが470万ドル調達を発表しています。これらの今後の進捗にも注目ですね。今日はこのところですが何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。